皆さん、こんにちは。彩り生活の日本語初級1の紹介動画です。初級1では、入門で勉強したことを基本として簡単な日常生活を送ることができるレベルを目標にします。彩り生活の日本語には、話す、聞く、読む、書くの4つの活動があります。それぞれの活動には can do がついています。テキストの流れに沿って勉強すれば can do をクリアすることができます。例えば、第15課は、まず言葉の準備をします。can do は病院で自分の症状を簡単に伝えることができる。これは話す活動です。次の can do は病院で医者の指示を聞いて理解することができる。これは聞く活動です。そして病院の受付で問診票の必要な項目に記入することができる。これは書く活動です。最後に薬の説明を読んで用法や用量を理解することができる。これは読む活動です。このように彩り生活の日本語には話す、聞く、読む、書くをバランスよく勉強することができます。文法ノートでは学習した文法の説明を自分の母語で読むことができます。なんと17カ国語に翻訳されています。文法ノートは図やイラストも使ってまとめてあるので理解がしやすいです。日本の生活チップスではトピックに関係のある内容が紹介されています。日本の生活チップスも外国語で紹介されているので、授業の息抜きに読んでみましょう。そして日本文化への理解を深めてくださいね。彩り生活の日本語初級1の18個のレッスンが終わると、店の人などに食べ物の材料や消費期限について質問し、その答えを理解することができたり、職場に電話で休みや遅刻の連絡をすることができるようになります。皆さん、彩り生活の日本語初級1を使って一緒に勉強しましょう。